いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は CCA ラプソディです。CCA はこのところ、デュオとかピアニストとか音楽にまつわるモデル名が多いわね。そうね。でもポラリスは違うよね。統一感あるんだかないんだか。謎よね。あとみんなカラーがブラックなのよね。そういえばそうね。別にブラックは嫌いじゃないけど、確かに続いてるね。ラプソディってなんだっけ？教師曲とか競争曲ってことね。ああ、そうだったね。ジャックさん、ラプソディってざっくりどんなモデルなの2DD プラス 4DA チューニングスイッチ付きモデルだよ。なんかちょっと珍しい構成に感じるけど。そうだよね。私もそう思った。エントリーモデルよりワンランク上の価格帯だね。音質はいい音？結構どっしりした低域、その他の帯域も聞き応えあったよ。波形測定前の最初の主張で、あれに似た感じだなーって思って、後で測定してみて、やっぱりなーって思った。何に似てるかは後のお楽しみってことね。そうだね。すぐにわかるよ。価格は7000円台から8000円台後半とちょっとばらつきがありますね。エントリーモデルの価格ではありませんが、果たして音質はどうなんでしょう。同梱品はいつもの通りって感じね。ケーブルとイヤーチップがもうちょっといいやつだと嬉しいんだけど、ちょっと価格落として本体だけのバージョンも選べればいいのにって思っちゃう。ケーブルもイヤーチップも余っちゃうのよね。まあ、現実的にはなかなか難しいんだろうけど、そういうのがあってもいいかもね。外観は完全なブラックではなく、濃いグレーの半鏡面仕上げみたいに見えます。この部分でエアフロー調整をしているようで、ちょっと音が漏れてきます。重さは片側 9.4g とちょっと重めで、大きさも結構あります。後ほど他モデルとの波形比較の時に大きさも比較します。ドライバーはまず 8mm ダイナミックタイプが2機、デュオが 7mm2 機なので、それとは別タイプを搭載。横から見ると配置の高さが少し違う。BA ドライバーは4機の31736、2機のダイナミックドライバーに挟まれるように収まっている。配置場所はノズル部からちょっと離れているけど、サウンドガイドチューブによってレオトがノズル方向に導かれているのがうっすら見える。そして複雑な内部ダクトは 3D プリント技術によって正確に成形されている。ではここからは波形を見ながら進めましょう。まず数種類のイヤーチップで測定した結果です。ラプソディで視聴される際の参考になれば幸いです。この中でバンドルイヤーチップに近く装着感のいいものを選んだ結果 TRN ティップスになりました。本体のサウンドチェックや視聴は TRN ティップスを使用します。次はチューニングスイッチね。まず左のグラフがスイッチオールオフと効果がマックスの場合の比較ね。この波形を見て、あれと思ったあなた、勘が鋭いね。この低域から中域の感じ、キャスターインプルーブドベースバージョンに似てるのよ。ジャックさんが最初の主張の時、真っ先に気づいたってことだけど、ミミィも聞いてみて同感だったわ。チューニングスイッチを搭載したモデルで、最初からある程度低域が出ていると、中高域以上がブーストされた時にバランスがうまく取れるんで、スイッチの効果がより大きく感じるのね。右のグラフが代表的ないくつかのパターンで CCA のサイトに載ってるやつ。中高域以上がブーストされた時でも高低のバランスが取れてるでしょ。スイッチパターンの音量変化、今回はマックスで 3dB ぐらい。音量を変えずに聞けるギリギリのところかな。ちなみにレベルを合わせるとこうなるんだけど、今回はあまり意識しなくていいと思うわ。スイッチは4個あるんで、単純に16のサウンドパターンになると思うんだけど、実測の結果、赤枠で囲ったパターンは他のパターンと同じ結果になったので、実質9パターンだった。まあ、9パターンあれば十分だと思う。次は他モデルとの比較で、最近の CCA のモデルと KZ キャスターベースバージョンを比較してみました。まず大きさの比較なんですけど、この写真でラプソディって結構大きめなことがわかると思います。KZZAT や AS24 と同じような大きさなんです。波形比較では最近の CCA のどのモデルよりも低域を出していて、全体的にキャスターベースバージョンに似ています。今回のサウンドチェックはラプソディのチューニングスイッチオールオフとオールオンの違い、そしてキャスターベースバージョンも一緒に聞いてみます。ラプソディのチューニングスイッチオールオンでは音量が 3dB 上がるんですが、これを忠実に再現すると耳に良くないので、雰囲気をつかんでもらうため 1dB だけ上げています。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
Start of a love boy. You got my heart so 피어나 피어나 넌 내게 다가와 babe. Moving for you, 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 love. はい、サウンドチェックでした。やっぱりキャスターと似ているんですね。この体液の明るさの違いぐらいしか認識できませんでした。まあ実際かなり似た波形だからね。似ているということが伝われば OK だと思ってるよ。でもさ、キャスターベースバージョンに似てるんだったら手軽に買えるキャスターでいいんじゃないの？そこは私もそう思った。違いが少ないならね。でも結果から言うと少ない違いとはいえ見逃せない、いや聞き逃せない違いだったんだよ。リズム中心の感想だけどバスドラのキックの量感に質のいいアタック感、タム周りの響きの深さ、薄っぺらくないシンバルのリアルさなどが挙げられる。この帯域の明るさの差もあるのか、キャスターの場合やや平面的な感じがする。でも、キャスターとラプソディでは価格が倍以上違いますから、逆にキャスターが検討していると言えるのでは？実際その通りだと思うよ。キャスターは本当にコスパいいから。キャスターベースバージョンが気に入っていたらラプソディも気に入ると思うので、あとは予算次第ってとこだろうね。あ、ちょっと話が前後しちゃうけど、実機での聞き比べはケーブルしてから視聴したよ。再生環境はこんな感じで、ケーブルは2種類使ってみた。やっぱりバンドルケーブルとは音質が明らかに違うんでね。チューニングスイッチの変化についてはどう？個人的にはスイッチ使わなくてもいいバランスだと思うけど、低域がしっかりしているので高域側のスイッチを使った時のバランスが取りやすいね。このセッティングではボーカルやメロディーがしっかり前に出せる。もともと高域寄りなバランスだとさらにブーストしようとは思わないじゃない。 KZZAT や AS24 あたりにその傾向が見られたんで、ラプソディは扱いやすいよ。基本バランスがいいとどのパターンも活かしやすいと思ったね。まとめるとどんな感じですか？スイッチオールオフでの効いた印象は、低域の下支えが効いてる。中域の再現性もとても良く、リファレンス曲での新たな発見もあった。高域はきつくないけどしっかり抜けてくれる。全体的には程よい立体感と近めに感じる音で臨場感が心地よい。引き疲れしにくい質感がいいといったところかな。最近の CCA のモデルの中ではちょっと高めですが、ドライバー構成も面白いしその効果もあると思えるので入手してみてもいいんじゃないでしょうか。ということで CCA の 2DD プラス 4DA チューニングスイッチ付きハイブリッドモデルラプソディのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。